はい、どうもマーシーです。仕事終わりに来たんですけども暗いです。ちょっと拾えるだけ拾いますが、しかも満潮になってます。それとですね、草、地元の人が買ってくれて綺麗になりました。では拾ってきますか。見えへんので、拾えると少ないかもわかりませんが、拾えるとこ拾えたら拾います。ちょっと聞いてください皆さん。ちょっとですね、これからの季節になるとね、私ドキドキしています。なぜならドアノブや車のドア、あとですね、コンビニでお釣りをもらうときにどうしても怖い。これはちょっと皆さんも経験あると思うんですけども、静電気です。これ結構ね、私の周りの人と比べると結構僕静電気バチって食らいます。そのたんびに「いた!」っつって悲鳴上げてるんですけども、周りの人からびっくりされるんです。皆さんこういった経験ないですか？ということで、静電気っていうのもエネルギーだと思うんですけども、たまたまですね、ネットを見ているとエネルギーの仕組みっていう本を見つけて読みました。そこでですね、こんなクイズがありました。10万ボルトを人が食らうとどうなるというクイズです。この答え3択になってます。ちょっとね、言葉的にちょっと、変えますが、アウトじゃない、なんとも言えないというこれ3択なんですけども、でもアニメとかでね、10万ボルトって言って戦ってますよね。じゃあこれもし人がそれ食らったら絶対アウトじゃないですかって思うんですけども、そんな静電気でね、バチってなるだけで「いた!」って叫んでる私です。なので10万ボルト食らったらえらいことになるかなと思っていますけども、そこでこの本にもありました静電気って3000から4000ボルトあるらしいです。こういったことでクイズの答えはですね、この動画の後半でと思います。そこでもしね、将来静電気を蓄電できるようになれば、これ僕静電気が結構発生しやすい体なんで、蓄電できたら私歩く発電所になりますよ。エナジーマン爆誕っていうか、しかもね、これ環境にも優しいと思いません？ちょっとね、冗談はさておいてね、普通に話していきたいなと思います。これからね、エネルギー必要になる時代になってくると思います。AI の時代が進むにつれて、世界はね、これまで以上に大量の電力を必要としてきております。でも今の日本はまだ火力発電に頼りっぱなしで、エネルギーを生み出すたびに CO2 が増えていきます。じゃあ再生可能エネルギーはとなりますが、メガソーラーでもやはりですね、急激に増えすぎたメガソーラーっていうのは自然破壊の問題を抱えていますし、風力発電に関してもレーダーとかの影響も防衛上何らかの課題もあるかと思います。その一方で電気代は上がっていると、そういった理由もね、考えていっていただきたいなと思います。また自然の変化に関してもですけども、最近気になるニュースとしてはクマが人里に出没して人がね襲われたという報道を見ますけども、岐阜の観光地の白川郷にまで現れたということで、なぜ山の生き物が今人の世界に降りてきているのかということを考えると、もしかするとですね、自然のバランス、生態系が少しずつ崩れているのかもしれませんよね。気候の変化によって生き物の食料が少なくなって人里に現れたりとか、まず森林の環境の変化が人間の目には見えないかもわかりませんが現れているのかもわかりませんし、そういったところで人間のエネルギーの使い方と無関係ではないように気がします。そこでですね、静電気10万ボルト AI クマ出没と、全然ね違った話に聞こえるかもわかりませんけども、点と点ではなくて、それが
線で結ばって一連の関係があるんじゃないかなって考えてしまったりしております。エネルギーと自然と人間の関係って、大体つながっているかなと思うんですけども、皆さんどう思いますか？はい、ということで、10万ボルト人が食らえばどうなるかという問題ですけども、で答えは自分で言うのもあれですけども、なんとも言えないなんです。電流が流れるとちょっとのね電流でも人はアウトになったりするんですけども、こういった電圧が10万ボルトっていうところ何とも言えないということです。環境に対しても知っていただきたいなということで、こういった説明をさせていただきました。説明が面白かったらいいね。これもペットボトル中身が入っています。皆さんごめんなさいね、見えへんな、これはペットボトル。これぐらいかな。もうちょっとこれ以上暗くなると何を見とるんかもわからへんもんな、みんな。はい、ペットボトルです。あ、すげえ。あれ何これ。ああ、はいはいはい。これすごい。これまた昼間映しますけど、またね夜は夜で月が見えてきました。ちょっと曇ってます。これもう見えへんで、今日はこれで終わるか。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。